皆さん、こんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は世界的規模で大胆に行われている詐欺案件について説明しようと思います。詐欺というからには被害者がいますが、それは誰かというと私たち日本人だけでなく、地球に住んでいる加害者以外の全員です。被害者数は地球上にいるほぼ全ての人たちですから約78億人です。加害者は世界中にいるわけですが、被害者の数からするとごく一部でしょう。サムネのテキストはオーバートークだと思われるかもしれませんが、この動画を最後まで見ることでその可能性があることに気がつくと思います。この動画を最後まで見ることで、1、今まで陰謀論と言われてきた情報への認識が変わる。2、その上で私たちの将来がどこに向かっているかが認識できるようになると思います。インターネット技術が発達し、手を伸ばせば真実に近づくことができるこの時代にありながら、何も違和感を感じていない、頭の中がお花畑状態の人が圧倒的に多いというのがこれから話す問題の核心になるかもしれません。しかし、真実を知ることになった人はますます増えてきていますし、それらの悪巧みをしている連中に対して対抗する動きも出てきています。これは大きな時代の変化だと考えていまして、世の中が良くなっていく過程では、何もしなくても誰かがやってくれると考えるのではなく、一人一人ができることに向き合うことこそが大切だと考えています。この動画の中で、固有名詞は伏せながら話を進めていますが、それはこのチャンネルを守るためでもあり、動画が削除対象とならないためのものです。そこでコメント欄に書き込む際にお願いしたいのは、固有名詞をズバリ書き込まないようご配慮お願いします。その固有名詞とは私が動画の中でズバリ言っていないもののことです。わかる人ならわかるという暗黙のルールに沿ってご視聴いただけたらと思います。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。そしてこの動画に共感できましたら拡散の協力をお願いします。さて今回取り上げる情報は、YouTuber の原野タイムスさんが取り上げたあるインド系科学者の暴露動画を私の解説も少し加えたりしてリミックスしたものです。その中でお話ししている科学者は、憶測で物事を言っているのではなくしっかりとした証拠に基づいて話しています。固有名詞を避けて話を進めますので分かりにくいところもあるかもしれませんが、ある程度の情報リテラシーがある人、理解できる人に情報シェアができれば良いと考えています。原野タイムスさんの動画リンクは概要欄に貼っておきますのでご覧になってみてください。この方のチャンネルはずっと前から視聴させていただいており、国籍などはよく分かりませんが、日本語が非常にうまく聞きやすいです。見識を広げるためにもぜひご覧になると良いと思います。本題に入ります。今回取り上げる話は、画像に示すような政府間の機構などが集まって展開中の地球に対しての温暖化対策の取り組みについての話になります。一般的に言われていることをここで再び説明することはしませんが、画像の方がこのパリなんとか協定からの脱退をした根拠となる話となります。この方は何をもって脱退を表明したのか、私は非常に興味深い話だと思いました。というのは、これらのスキームは私が以前配信した動画でも取り上げた搾取という部分で共通しているからです。彼は BBC の記事の中で、ご覧のように政府からの報告書を信じていないと言っています。世界的な動きの中で物事の真髄を見抜いてノーと言い、どんなにマスコミから非難されても毅然とした態度で信念を曲げないという生き方に対して畏敬の念を抱きます。早速全世界を巻き込んだ詐欺のスキームについての説明に入りますが、まず現状行われている生産活動と経済活動について説明すると、世界中にはあらゆる製品を作る製造工場があります。原料を仕入れて製品を作ります。それらを私たち消費者は代金を払って生活を便利に豊かにしています。その生産する過程で生まれるのが汚染ガスです。ここで汚染ガスといったのは本当は地球にとって決して悪い物質ではなく、むしろ地球上においてはこの物質が循環して私たちも生きることができていると言っても過言ではないのですが、この詐欺スキームを作り上げた者たちによって悪者にされているからです。そのような流れがあるのでここでは汚染ガスという表現をしています。冒頭に話したあれが実行されたことによって2030年にどうなるかというと、企業や工場などは今と変わらず原料を仕入れて製品を生み出し、私たち消費者は代金を支払って製品を購入するということをしているでしょう。やはりその際にも汚染ガスが排出されています。ただ2030年からは状況は変わってきます。どのように変わってくるかというと、
グローバリストや科学者などで組織されたインチキプランコントロールセンターという組織がこの汚染ガスを管理し始めます。もちろんこれは私が作った造語であり、正しい名称は頭文字を取った4文字の英単語で表されます。つまり195カ国にある製造業は今までのように好き勝手に汚染ガスを排出することができなくなるのです。なんと汚染ガスクレジットというものを発行して、分かりやすく言うと企業は汚染ガスクレジットを購入することで製造することができるというものです。利権の何者でもないと思います。例えはよくありませんが、皆さんがお住まいの自治体で粗大ごみを捨てるときに収集シールを購入すると思いますが、それに似た感じです。この汚染ガスクレジットは195カ国に与えられることになり、発展途上国にもそれぞれ一定数が与えられることになるでしょう。そしてこのインチキプランコントロールセンターは、汚染ガスクレジットの先物取引所を通して生産を活発に行う企業が汚染ガスクレジットを購入して、言ってみれば製造許可を購入して生産することができるようになります。先進国は許可された汚染ガスクレジットだけでは足りない状態となり、逆に発展途上国は汚染ガスクレジットが余ると予想されます。それを足りない国に販売することによって、発展途上国の腐敗した官僚に利益がいくようなスキームにもなっており、その利権を握らせることでこの協定に参加させているのでしょう。その取引には先物取引市場があり、何百兆円、何千兆円もの利益を生み出すことができるようになります。この莫大な利益がインチキプランコントロールセンターに入り、その構成メンバーの懐にジャブジャブ入ることになる仕組みになっています。しかし、生産工場を多く持つ国は参加したくないと思います。そこにパリなんとか協定というものが掲げるプロパガンダを利用して、この詐欺行為に参加せざるを得ないような世論を作り出しています。そのためにインチキプランコントロールセンターは、アメリカ議会に働きかけ10兆円ものグリーンファンドに資金を出させようとしています。このインチキプランコントロールセンターの構成員の中には、アメリカ民主党、共和党のグローバリストたちと利益共同体を組んでいる者たちによってアメリカ人の税金を資金として狙っています。そして、各国にこの汚染ガスクレジットを認知普及させるために、各国の主だったメンバー、発言力のあるアドバイザー的な人物たちにこの10兆円という莫大な資金が NGO 団体を通じて流れることになります。元動画ではインフルエンサーという表現を使っていました。彼らはこの10兆円もの資金から給料を得られるように自国内で首相や国民にこの協定に参加しなければならないという圧力をかける、またはキャンペーンを行っています。そうして各国のメディアを通して地球環境のためだというお題目を唱え、お花畑状態の国民の支持を取り付けて突き進むというわけです。そして真実を見抜いた人の発言は規制されるといういつもの流れとなります。これらのスキームはウィキリークスによって合意文書が公開されたことによって多くの方が知るところになったわけです。つまり憶測ではないということです。このような詐欺の仕組みを当時のアメリカ大統領は見抜いていたので、パリのなんとか協定を脱退することを決めたということです。中国も本当は参加したくないと思いますが、汚染ガスの排出を現在の110億トンから220億トンへ2倍排出することができるように、罰則なしの特権を与えられ、この仕組みに組み込まれていったのです。もちろん中国が参加することによる利益は莫大なものとなるので、2倍排出しても良いという特権を与えたことになります。もともと汚染ガスは目に見えない、そして有害とは確定していないものを悪者に仕立てられているだけですので、無茶苦茶な話ではあります。こうなると、もはや汚染ガスを減らすという目的はどこへやら、利権を生み出し利益を最大限にすることに全力を挙げていることになります。こうして相関図にしてみると非常に分かりやすくなります。誰が一番利益を得るようになっているかです。2030年以降、この汚染ガスクレジットは変動制となるので、先物取引市場によって莫大な利益が発生するというわけです。この10兆円という莫大な資金が金融市場で 100% から 1000% の利益となるので、彼らには価値があるものになるということです。もともと汚染ガスというものが地球に悪さをしているというでっち上げから始まり、途中地球への悪影響がないことがバレてしまった時には、データの改ざんとも言えるような行為を行って自分たちの主張が正しいことをご利用ししてきました。インドは20億トンから40億トンへ汚染ガスを排出することができるのですが、アメリカにおいては50億トンから40億トンへ減らさなければならないという不思議なことも起きています。しかし、アメリカについては2020年の11月には正式にパリなんとか協定からは脱退していますので、関係ない話となっています。この詐欺スキームの核心はこの先にあります。企業が製品の生産を続けるためには、汚染ガスクレジットを購入して生産しなければなりません。
これは製品を作るためのコストアップにつながります。誰が負担するのでしょうか。そうです。私たち消費者となります。世界の中枢に巣くうグローバリストや金融マフィアは、世界76億人の無知な人間から資産を吸い上げる仕組みを作り上げ、そのために各国の主要な人物にも金を握らせて詐欺の片棒を担がせるということをしているというわけです。マスコミも環境保護団体も一枚噛んでいるということでしょう。すべてのマスコミや環境保護団体がそうであるわけではないのでしょうが、ひどい話です。いかがだったでしょうか。今多くの方が世の中のおかしな出来事について疑問を抱き、そのからくりに気がつき始めています。悪巧みしている側は、真実から世界中の人たちを遠ざけるために陰謀論という魔法の言葉を生み出して、大多数の情報弱者を混乱させることに成功してきました。大多数の国民は、国や国際機関が変なことをするはずがないし、マスコミも嘘を言うわけがないという根本的な間違いを犯しているため疑うことはしていません。一部のまともな人たちを黙らせるためには情報規制をすることになりますし、そうなっています。これらは情報発信系のプラットフォームでは NG ワードが増えてきていることからも理解ができますが、 NG ワードにこそ真実があるということにも気がつくことになると思います。その点、イーロン・マスクによるツイッター買収によって言論の自由を取り戻すことができたことにより、アメリカ民主党が行ってきた数々の犯罪ともいえる行為が白日の下にさらされるようになってきました。世界中でこの瞬間に起きている出来事は決して良いことばかりではありませんが、大きく見ると良い方向に向かっていると信じたいところです。そのためには一人でも多くの方が真実に触れることが必要なのではないでしょうか。つい先日のニュースでは、広島の高校生たちが G7 サミットのようなものを開き、現在起きている地球の問題について話し合って一つの提案に至ったことが報道されていました。5月に予定されている G7 サミット開催の際にはその提案書を岸田首相に手渡すらしく、もしかしたら自分たちが議論して作り上げた提案書が採用されるかもしれないと期待に満ちた顔でインタビューに答えていましたが、当の G7 に参加する各国の代表たちは地球環境のために何か良いことをしようなどと考えて集まってもいないし、つもりもないと思います。子どもたちの気持ちを踏みにじる行為に腹が立ってきました。子どもたちには今世界の多くの問題は何が原因で起きているのかという本当のことを教えていかなければいけないと思います。彼らが次の世代を担っていくのですから。今回取り上げた大掛かりな詐欺行為がまかり通ることになれば、次は私たちが呼吸によって吐き出す汚染ガスにも税金をかけてくることになるかもしれません。呼吸税という名称になるのでしょうか。ペットに対しても起きるかもしれません。現実に牛などが排出する汚染ガスの一部が問題であるということで殺処分を始めていますので、可能性がない話ではないと思います。そしてそのスキームが出来上がってしまったわけですから、あとは展開するだけです。似たような詐欺は今電気代の高騰で国民が苦しんでいますが、その中にも再エネ賦課金という形で行われており、我々から搾取しています。冒頭で言ったように固有名詞を避けての説明は非常に分かりにくかったと思いますが、意味は通じておりますでしょうか。この動画作成を通じて改めて思ったのは、大胆に行われる詐欺の影響によって不幸に見舞われている人々がいることを考えると放置はできないと思いました。私にできることはこうして動画を作成することによって一人でも多くの方に考えるきっかけを提供することだと思っています。これからも引き続き応援よろしくお願いいたします。あとお知らせですが、何かが起きた時のためにサブチャンネルを作ろうかと検討中です。正式に決まりましたら動画内でアナウンスさせていただきますので、その際にはチャンネル登録のご協力をお願いいたします。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。